計算は今や誰でも使える当たり前の道具。でもこれ実はたった一つの発明から始まりました。1948年6月21日、世界初のプログラム内蔵式コンピューター SSEM が初稼働した日です。当時は軍や科学者の特権だった計算能力。しかしこの機械が計算を自由にしたことで世界は変わりました。計算コストが下がり続けた結果、今や誰でも数円で世界級のインフラを借りられる。これがスタートアップ経済の正体です。 AI ブームの革新もこの計算の民主化の延長線上にあります。 SSEM から始まったこの革命、次は誰が動かす番でしょうか。1948年のあの日から全ては始まっています。皆さんはどう思いますか。全財産一瞬でゼロ。なぜ彼は40年間も破天荒であり続けたのか。1976年6月22日、歴史が動いた。週刊少年ジャンプでこちら葛飾区亀有公園前は出所が誕生。連載開始から40年、この物語は日本経済の縮図でした。主人公両津勘吉、彼はバブルの狂乱や投資で天才的商才を発揮するも直後に全てを散財する。経済的合理性と非合理性の塊、まさに資本主義の化身です。対照的なのは彼がいる派出所。公共サービスという非生産的空間で彼は常に利益を追い求める。このミスマッチこそがこち亀が愛された理由です。時代の鏡両津勘吉。面白いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。1982年6月23日、東北新幹線大宮（盛岡間が開業。実はこの裏でとんでもない経済現象が起きていたんです。最初はなんと大宮始発乗り換え専用のリレー号が走り、大宮駅周辺が特需でバブル状態に。でも便利になると怖いのがストロー現象。東北のビジネスが東京に吸い上げられる結果も招きました。一番列車の指定席はプラチナ化。徹夜組が駅周辺の店を潤し、開業前から局所的なバブルが起きていたんです。さらに道の区をブランド化。遠い東北が一気にビジネスの身近な場所へと変わりました。1982年のこの日、日本経済はインフラの力で大きく動いた。教訓は今も私たちのビジネスに生きています。世界中が凍りついたあるお金の事件、知ってる？1948年6月24日、ベルリン封鎖が始まる。ソ連が西ベルリンへの通行を完全に禁止した。実はこれ、通貨を新しくしただけで街が分断された経済戦争だったんだ。昨日まで闇市で隠れていた商品が新通貨の力で一晩で店頭に溢れ出した。経済は歴史を動かす。あなたのお金の価値、誰が決める？1910年6月25日、世界を変えた音楽の裏にあるビジネス戦略があった。それはロシアのバレエ火の鳥。ただの芸術じゃない、これは外貨獲得の戦略だ。プロデューサーのディアギレフは洗練されたパリの富裕層にロシアのエキゾチックな体験を織り込んだ。莫大な制作費を回収するため、彼はブランドを作り、体験価値を極限まで高めた。芸術をただの芸術で終わらせない。市場を見極め、価値を売る。これぞ20世紀のコンテンツ戦略。あなたのアイデアも世界を変える火の鳥になるかもしれない。1989年6月26日、東芝が世界を変えました。A4 型ノート PC ダイナブック誕生。これが現代の働き方の原点です。ポイント1、仕事はデスクで行うものという常識を破壊。生産性革命の始まりです。ポイント2、当時の日本は最強。緻密なすり合わせ技術で世界を席巻しました。ポイント3、実はこれが PC の価格破壊とコモディティ化の引き金でもあったのです。便利な未来を作った代償にメーカーは熾烈な低価格競争へ。あなたの今の仕事はこの日の進化の上にあります。1967年6月27日、ロンドンのバークレー銀行に世界初の ATM が誕生しました。きっかけはチョコの自販機。銀行が閉まっていて困った発明者がお風呂でひらめいたんです。初期モデルはなんと放射性物質を使って紙幣を認識していました。ATM のおかげで銀行員は単純作業から解放され、相談業務へと進化しました。面白いのが特許を取らなかったこと。これが急速な世界普及の鍵になりました。
そして一番面白いのがこれ。暗証番号が4桁なのは、発明者の奥さんが6桁は無理。と言ったからなんです。